カスタム済みの下部を再カスタムしてほしいという依頼を作業工賃なしでやってるニーターカーです。パーツ代はもらえるし動画の値段になるしってことでやってるんだけど、その友人が金になる気を発見したわけじゃないんで、出せるお金には限りがあります。なんで倹約できるところは倹約しておかないとパーツ代がえらいことになってしまうっていうことで、今回駆動系のチェーンが汚れてるだけで割と真新しいんで、ちょっとホコリをかぶりつつある超音波洗浄機で綺麗にして再利用しようじゃないかっていう試みです。チェーンの種類によってはというか、シールチェーンだとこういったことはできないって言われてますが、下部に使われているような安物のチェーンであればゴシゴシいっても全然問題ないです。それでも心配っていう方はチェーンの刻印からメーカー種類がわかるんで、調べればゴシゴシいけるかどうかわかると思います。そしてこのチェーン、実はもうちょっと錆びてたんだけど、動画にしようって思う前に少し磨いちゃってます。申し訳ない。もっと汚い方が動画的に映えたとは思うんだけど、気づくのが遅かった。リアのスプロケは新品かなって勘違いしそうなぐらい山というか刃が綺麗だし、フロントも同じぐらい綺麗なんで、この下部全然距離は走ってないのが丸分かりです。ただ海に近いせいか塩害にやられてチェーンが錆びてたみたいです。どうやって綺麗にするか、冒頭でも言ってるし動画のタイトルとかサムネイルでわかると思うけど、このホコリがかぶりつつある中華製の超音波洗浄機を使って綺麗にします。6リッターサイズなんで中華製でも結構いい値段したんだけど、賞味あんま使ってないので役に立ってはいない。そもそも思ってるほど汚れが落ちないし、こやつ取れるよって汚れを選ぶんです。これがオイルが焼けた後とか軽いカーボンぐらいは取れます。でもそれって洗剤に入れてつけ置きでも落ちるし、オイルが焼けた後とかバイク走らせてれば勝手につくもんだから、別にこだわって綺麗にする必要はないかなとは思うんです。そして個人的に落としてほしかった汚れ、アルミのシリンダーヘッドとかアルミパーツによくある腐食による白い粉っぽいの、これを綺麗に落としてほしかったんだけど、これがあんまり取れない。だから使用頻度が低くなって役に立ってないっていう感じになってます。なんで今回はチェーンを洗ってこやつの本当の実力ってやつを確認できたらと思ってます。まずは給湯器のお湯を入れていきます。すぐに冷めるだろうし、おそらく35度ぐらい。温度計がついてるのに撮影を忘れたというかできてなかったです。そして中性洗剤を適量入れます。本当はもっと入れた方がいいのかもしれないけど、個人的にはこれでも結構入れた方だと思ってます。貧乏症っていうのもあるけど、もう超音波洗浄機の諦めからか、そんな効力があるとは思ってないので。ちなみにつけ置き用のパーツクリーナーでやればすごい効力ありそうって思うかもしれないけど、そんな劇的には変わらなかったので中性洗剤を使います。そして程よくきれいにしてしまったチェーンを入れます。見てわかるように油汚れと錆びが少々っていう感じです。ちょっと磨いた感じじゃ固まった油汚れとか大きな錆びぐらいしか取れないんで、実験にはギリ使えるかなと思ってます。はい、一番肝心なスイッチを入れた瞬間の撮影ができてませんでした。一番いいところなのに撮影できていませんでしたとか割とよく聞くけど、マジであるんだなーって思いましたわ。ちなみにデータ消えたことあるんで、次からはいろいろと気をつけます。あとは話すネタがないんで、超音波洗浄機が汚れを落としているところを眺めます。それともし超音波洗浄機にはこの洗剤がいいですよっていうのを知っていたらマジで教えてください。特にアルミパーツの白い粉を落とす方法を知っていればぜひお願いします。5分ぐらいしたら水が汚くなってきたんで、汚れは落ちてるとは思うんだけど、チェーンを見た感じどうなんだろう。でも水底に黒い汚れが見えるんで、確実に汚れが落ちてるんだなーっていうのを動画を編集している時に気づきました。ただこの時はあまり汚れ落ちてないなーって思ったんで、パーツを浮かせるための自作フックがダメなのかと外して下まで沈めてます。一応パーツトレイにも足がついてるんだけど、浮かせた方がいいかなってことで作った自作フックなんだけど、正直どっちが正解なのかわからん。そしてまた5分後、計10分くらいで取り出してみたけど、油と錆びが少し落ちてるかなって思えるぐらいで劇的に綺麗になったとは感じませんね。ただ清掃したら簡単に取れそうな汚れぐらいは超音波洗浄機で取れたかなって思います。水も結構汚れてるしね。素手で触ってないけど、まだねちょっとした古い油が伸びる感じがするんで、できればこの古い油汚れも取りたいです。そして傾けて気づいたけど、ローラーのとこの汚れめっちゃ取れてる。
サビはしょうがないとしても油汚れがなくなってる気がします。サビはね、走ってれば取れるし、給油しとけばもう錆びることはないだろうし、優秀かも、超音波洗浄機。ってことで期待しての反対側、取れてる。汚れめっちゃ取れてる。しつこそうな古い油もだいぶ取れてるし、効果ありそうですね。あと数回すれば期待した洗浄力があるかもしれないんで、まだまだやってみます。ということで5分後、あまり変わった感じはしないんで、やはり上側は効果薄いみたいですね。振動するやつが下についてるんで、上側も一緒にっていうのは難しいのかもしれません。合計で20分ぐらいしたところでやめます。続けて長時間やってもいいんだけど、劇的に効果があるわけじゃないし、超音波で水温が上がり続けるし、振動子っていうらしいんだけど、あれが熱で壊れても困るんで、この辺でやめときます。それにざっと見た感じでも油分は取れている気がするので。ということで詳しく見るんだけど、油分取れてますわ。ベタつきというかベトつきというか、そういうのがなくなってます。このぐらいの汚れが取れるのは前々から知ってるというか、油汚れぐらい取ってもらわないと超音波洗浄機買った意味がなさすぎて逆に困るんだけど、それにしても錆びが取れたというか少なくなった気がしませんか？ローラー側を見ると確実に錆びが減ってる。内側の古い油汚れも取れてるし、個人的には大満足。再使用しても全く問題なさそうな感じがします。上下入れ替えた反対側も問題なさそうですね。そしたら水洗いしていきます。軽く水洗いしてきました。どうやら油分はほぼ落ちてますね。ちらっとそれっぽく見えるのもあるけど、小さなサビに水が染み込んでそれっぽく見えてるだけで、現にウエスで拭いても油っぽい汚れはつきません。ただ逆にサビが目立って清掃したっていうには仕上がりがいまいちな気がします。ここからワイヤーブラシで磨いて見た目も麗しいチェーンに仕上げるっていうのもありだし、 YouTube 的に動画的にもそれが正解だとは思うんだけど、正直めんどくさいのでやりません。だって株のチェーンってチェーンカバーで隠れるし、チェーンって油さえ刺してればいつの間にかサビがなくなってるしね。油さえ刺しておけばこれ以上錆びることはないんでよしとしときます。動きも良好、全くもって問題なさそうですね。ただチェーンが伸びてるかどうかは目視ではわからないんで、今回はスプロケで確認するんだけど、どっちも摩耗してないからチェーンが伸びてるとは考えにくいんで、チェーンは良好としてこのまま使います。もし伸びてたらスプロケが多少なると摩耗してくるんで、その辺を見てからでも遅くはないですしね。ちなみにチェーンを清掃した水はそこそこ汚れてるって感じです。そしたらどのぐらい汚れが沈殿してるか排水して見てみます。といっても排水口は下にあるんで汚れも一緒に流れるとは思うけど、どのみち排水するんで見てみましょう。ちなみに排水はホースをつなげて用途がわからん穴から外の浄化槽にって感じです。そうじゃなきゃもっと使ってないでしょうね。そもそもの重量に6リッターの水を入れたのを運んで排水ってなったらめんどくさすぎます。沈殿物が見えてきたけど、さすがにこれは多すぎじゃね？軽く清掃したあのチェーンからこんな汚れが出るかな。細かいから泥みたいになってるけど、内側とかオイル汚れに泥を含んでたってことかな。チェーンを超音波洗浄機で洗ったことはないんで、どんな感じで汚れが残るとかは知らないけど、こんな感じなのか？これなら超音波洗浄機買った甲斐があったとは言えなくもないけど、またチェーンを洗うことあるかな。株はカスタム中でチェーンを組むのはもう少し先になりそうなんで、錆びる前に適当にオイルを刺してビニール手袋をして揉んでおきます。外側だけじゃなく内側にもオイルを刺してローラーを回しておきます。カットしてるけどオイルも十分な量を刺したし染み渡ってるでしょう。これで組む時まで保管しておいて、車両に取り付けたら余分なオイルをウエスで拭いてからの発ホースのチェーンガードを拭いておけば大丈夫でしょう。ということで久しぶりに超音波洗浄機を使ってみたけど良かったんじゃないかなと。しかもチェーンに使ったらあそこまで汚れが落ちるとは思ってなかったし、見た目じゃわからないぐらい汚れがあるんだなって久しぶりに学ぶことができました。そんな感じでチェーンをきれいにする動画なのか、超音波洗浄機を使ってみたっていう動画なのか、よくわからない感じになりましたが、ゆるい感じでやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくです。ではでは、ニタカでした。またね。